厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はクラシックをあまり聴かない人にもおすすめしたいショパンの定番ピアノ曲をご紹介します。ショパンはロマン派を代表する作曲家で、特にピアノ曲というジャンルに特化して作曲をしたことでも知られています。実は定番のピアノ曲という動画をこれを含めて3本出す予定なのですが、その中でも特にショパンの作品は充実した作品が群を抜いて多かったため、1本分丸々ショパンの動画になりました。ピアノ曲がお好きな方はぜひチャンネル登録をして残りの2本の動画も楽しみにお待ちください。それでは早速いきましょう。1曲目はこちらです。この曲はノクターン第1番です。ノクターンとは日本語では野草曲と言われます。名前の通り無双的で物憂げな雰囲気のピアノ曲を指します。ショパンの活躍したロマン派の時代には簡潔な形式の中に自由な感情表現を盛り込んだ短いピアノ曲がたくさん作曲されました。こうしたピアノ曲のことをキャラクターピース、性格的商品と呼びます。このノクターンもその一つです。最初にノクターンという名前を打ち出したのはアイルランド出身のジョン・フィールドという作曲家です。こちらの書籍作曲家別名曲解説ライブラリー4ショパンの中ではフィールドのノクターンの特徴がこう説明されています。低音部の和声的な伴奏の上に高音部が夜の静寂と夢見るような心持ちを表す優雅な旋律を歌う。このショパンのノクターン第1番も甘く美しいフレーズが印象的な作品として愛されています。2曲目はこちらです。この曲はノクターン第2番です。ショパンのノクターンはフィールドのノクターンに影響を受けて作曲されましたが、より複雑性と多様性を持った高い表現力の作品が多数生み出されました。そんなショパンのノクターンの中で最も有名なものの一つがこの第2番です。装飾音がたくさん使われた美しい旋律が特徴的で、ショパンはこの作曲にあたってコロラトゥーラというイタリアオペラの装飾的な歌唱を念頭に置いていたと言われています。装飾のバリエーションも豊富で華やかなこの作品は多くの人に愛されています。続いて3曲目はこちらです。この曲はノクターン第20番です。現在ではノクターンとして知られていますが、この曲を検定されたショパンの姉がショパンの未出版作品のカタログを作った際には野草曲風のレントと表現されています。この曲には細部がそれぞれ違う複数の楽譜が存在します。もともとショパンが姉に送った手紙の中にはこの曲の写しが走り書きで記載されていました。その手紙は火災によってなくなってしまったのですが、火災の前に姉が楽譜を写し書きしていて、それをもとにこの曲が出版されたのです。しかしその楽譜はショパンの死後発見されたショパンの自筆譜とも違うところがあります。
おそらく発見された自筆譜の方が第1項で、第2項を姉に送ったのではないかと言われています。続いて4曲目はこちらです。この曲は華麗なる大演舞曲というタイトルで知られるワルツ第1番です。ワルツは日本語で演舞曲と書きます。ワルツとは男女が抱き合って円を描くように踊る舞曲のことです。18世紀末頃からオーストリア・バイエルン地方に誕生しました。実はそれ以前にもワルツ的な踊りはあったようなのですが、あまりに官能的という理由でバイエルンでは禁止されていたこともあったようです。ワルツは中庸な速さの4分の3拍子の舞曲で、ピアノ曲のワルツも同じように3拍子の心地よいテンポのものが多いです。この華麗なる大演舞曲はショパンのワルツの中で最も華麗で爽快な舞踏曲として今も多くの人々に愛されています。続いて5曲目はこちらです。この曲はワルツ第6番、通称子犬のワルツです。ショパンのワルツ作品の中でもとりわけ有名な一曲です。この曲はショパンの愛人ジョルジュ・サンドが飼っていた犬がよく自分の尻尾を追いかけてぐるぐると円を描くように回っていた様子を表したものと伝えられています。旋回するようなメロディーとスピード感を感じるテンポが特徴的な一曲です。6曲目はこちらです。この曲はワルツ第7番です。これまでの明るいワルツとは随分違った印象のあるワルツです。晩年、愛人ジョルジュ・サンドと別れ体調の悪化に苦しんだショパンの苦悩や悲哀、憂鬱や嘆きが表現されているような音楽です。ショパンの個性だけではなく国民性も感じられるワルツと評されることもある名作です。7曲目はこちらです。この曲はワルツ第9番、通称別れのワルツです。当時ショパンの故郷ポーランドはロシアの支配下に置かれていました。ポーランドを離れていたショパンはある日ロシアの目の届かない場所を選び、5年ぶりに両親と再会しました。両親を見送る道中、ショパンは古い友人を訪ねます。そこでその友人の妹マリアにも再会しました。マリアは明るく美しく知性のある魅力的な女性に成長していました。ピアノの腕前も素晴らしく歌も上手なマリアにショパンはすぐに心を奪われました。この時マリアとの別れを惜しんだショパンが彼女に捧げたのがこの別れのワルツです。別れのワルツは別れの切なさも感じますが、どこか多幸感を覚える作品にも感じます。ちなみにその後ショパンはマリアとめでたく婚約したのですが、ショパンの健康が理由で破局してしまいました。続いて8曲目がこちらです。
この曲はワルツ保短調遺作です。番号は第14番もしくは16番と呼ばれます。ショパンの死後19年目に出版されましたが、作曲はショパンが20歳前後の若い時期だったと見られています。この時期はヨーロッパで超絶技巧を持つ演奏家ビルトゥオーソがもてはやされている時で、ショパンもそれを意識してか華やかな演奏技巧を織り交ぜて書いたと見られています。特にコーダと呼ばれる最後の部分は華々しく印象的です。その部分も聞いていただきましょう。続いて9曲目はこちらです。この曲はスケルツォ第2番です。スケルツォとは日本語で開逆曲と書かれることがあります。実はスケルツォとはイタリア語で冗談を意味する言葉なのです。しかし音楽の場面では音楽の発展とともにコミカルさやユーモアという要素は少なくなり、冗談の持つ快活なテンポという特徴だけが引き継がれた三拍子の音楽ジャンルとして知られています。スケルツォで有名なのは交響曲にスケルツォを取り入れたベートーベンですが、ピアノ曲としてスケルツォを作曲したことでよく知られるのはショパンやブラームスです。2人の作るスケルツォは暗い性格のスケルツォ部分と叙情的なトリオで作られています。このスケルツォ第2番はショパンのスケルツォの中で最も有名な作品です。ショパンを敬愛していた同時代の作曲家シューマンはこの曲についてこう批評しています。非常に魅力ある曲で、甘美さと大胆さと愛らしさと憎しみが満ちている。続く10曲目はこちらです。この曲はバラード第1番です。バラードとは日本語で短詩曲と呼ばれます。読んで字のごとく詩を元にした音楽ジャンルがバラードなのです。バラードは特に14世紀のフランスで好まれた詩と音楽の形式の一つでした。ドイツではバラーデと呼ばれ、ロマン的な物語を音楽化したものを指していました。ショパンは生涯4曲のバラードを作曲しましたが、4曲とも6拍子で作られています。このバラード第1番はシューマンの大のお気に入りの作品だったそうで、シューマンはショパンに会った時、このバラードがあなたの作品の中で最も好きだと伝えました。ショパンはそれを聞いて少し沈黙し、そしてはっきりとこう答えたと言われています。それは嬉しい。私もこの曲が一番好きな作品の一つです。11曲目はこちらです。この曲はポロネーズ第6番、通称英雄ポロネーズです。ポロネーズとはポーランド風という意味の言葉です。ショパンの故郷ポーランドの国民的な舞曲です。壮大で祝祭の気分を持ち、中庸の速度の3拍子の曲です。ポロネーズ特有のリズムはタンタタタン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 タタタンタンというようなリズムです。弱い拍で終わるという特徴や、短く明確なモチーフが繰り返されているということ、そして3連符がよく使われるといった特徴があります。
ちなみにポロネーズを国民的舞曲と言いましたが、ポロネーズは宮廷の儀式や行列などで発達した音楽なのです。ショパンのポロネーズもポーランドの英雄的精神や騎士道を象徴するような作品が多いです。この英雄ポロネーズはそうした印象を持つ作品の中でも最高傑作として数えられる名作です。続いて12曲目はこちらです。この曲はポロネーズ第3番、通称軍隊ポロネーズです。とても豪快で勇敢な軍隊的な性格が感じられる一曲です。軍隊の行進のように厳格なテンポで演奏されるため、軍隊ポロネーズという愛称で呼ばれています。勇ましく燦然と輝くこのポロネーズは、ショパンが故郷ポーランドの偉大さや気高さを表現しているとも言われています。13曲目はこちらです。この曲は幻想ポロネーズ、ポロネーズ第7番です。ショパン作品の最高傑作と呼ぶ人もいる、堂々と力強く優美な名作です。この曲が幻想ポロネーズと呼ばれるのはショパンの命名によるものです。ショパンは熟考の末、この曲にファンタジー、幻想曲というタイトルをつけました。独創的な構成のこの曲は、晩年愛人のサンドとの関係や健康状態が悪化する中で作られました。その背景を知っていた当時の人々の中には、この曲に病的で錯乱した印象を持った人もいたようです。同時代の作曲家で名ピアニストとして知られたリストも、この曲についてこう評価しています。この曲の中に大胆で華麗な描写を探し求めても無駄です。この曲は至る所に突然の変動に傷つけられた深い憂愁や急な驚きに乱された平安や忍びやかな嘆きで彩られています。続く14曲目はこちらです。この曲はエチュード第3番、日本では別れの曲、別れのエチュードとして知られる名作です。エチュードは日本語で言うと練習曲です。その名前の通り演奏技術を向上させるために作られた曲が多いのですが、ショパンのエチュードは技術的な訓練にとどまりません。メロディーの歌い方やリズムの取り方、情緒を表現することを学ぶためのエチュードとも言われます。ショパンのエチュードは非常に芸術性が高く、多くの人に愛されています。ショパンはこのエチュードを作曲した当時、自分の書いた中で最も美しい旋律だと話したというエピソードが残っています。ゆったりしたテンポで奏でられる美しいメロディーは、今も多くの人の心に響いています。続いて15曲目はこちらです。
この曲はエチュード第12番、通称革命のエチュードです。ショパンは音楽家として身を立てるため、20歳の頃に故郷のポーランドを離れました。そしてウィーンに滞在している途中、ポーランドでロシアの支配に対する武装蜂起が起こったのです。しかもこの蜂起は結果失敗に終わり、ロシア軍によってワルシャワは陥落してしまいました。この革命のエチュードは、祖国にいる愛する人々の安否が分からず苦しむ中でショパンが書いた作品と言われています。激しく打ちつけるようなリズムとうねり、叫びにも似た切ない旋律はショパンの胸中を映し出しているようです。ちなみにこの曲はショパンが絶賛していたベートーベンのピアノソナタ第32番にインスピレーションを受けて作曲されたと言われています。このピアノソナタというジャンルの定番曲はこちらの動画で紹介していますので、まだご覧になっていない方はぜひ合わせてみてください。続いて16曲目はこちらです。この曲はエチュード第13番、通称エオリアンハープです。この愛称はこの作品を聴いたシューマンがまるでエオリアンハープを聴いているようだといったことが由来だと言われています。エオリアンハープとは木箱に弦を張った楽器で、風の力で音を鳴らすものです。ちなみにこの曲にはもう一つ、羊飼いの笛という愛称があります。これはショパンが弟子にこう語ったことが由来だとされています。牧童が近づいてくる暴風雨を避けて安全な洞窟に避難している。遠くで風や雨が吹きすさんでいるが、彼は静かに笛を取って雅やかな節を吹いている。そういうところを思い浮かべてみなさい。続いて17曲目はこちらです。この曲はエチュード第23番、通称木枯らしのエチュードです。革命的な情熱を感じる名作です。指揮者で名ピアニストでもあったハンス・フォン・ビューローはこう語っています。想像しうる限りの素晴らしい音の豊かさを醸しながら、全くオーケストラ的ではなく完璧な意味におけるピアノ音楽である。ちなみに冒頭の行進曲風のメロディーは作家シャルル・オフマンのアドバイスを受けて後から追加したという話も残っています。続く18曲目はこちらです。この曲はプレリュード第15番、通称雨だれのプレリュードです。プレリュードとは日本語で前奏曲です。名前の通り、もともとはメインの曲の手前に置かれ、開始や導入の役割を果たす楽曲として成立しました。ロマン派以降は前奏曲だけを取り出して独立した作品として作曲され、ピアノ曲にもプレリュード、前奏曲と名付けられる作品ができました。短い音形やモチーフに基づいていて、比較的転調を多用した技巧的な作品が多いのも特徴です。
雨だれのプレリュードという愛称は、ラのフラットの音が曲全体を通じてほぼ同じテンポで打ち続けられる様子が、雨だれの打つ様子に似ていることから来ています。続いて19曲目はこちらです。こちらは幻想即興曲、番号は即興曲の第4番が振られた作品です。即興曲はフランス語で即席を意味するアンプロンプトゥと呼ばれます。即席とは言いますが、即興曲は決して即席で作られた曲という意味ではありません。17世紀には劇の幕間の出し物や即興詩のことをアンプロンプトゥと呼んでいました。ショパンの活躍した19世紀のロマン派の時代に入ると、即興的な自由度を持った作品のことをアンプロンプトゥ、即興曲と呼ぶようになったのです。ショパンは即興曲を4曲作曲していますが、いずれも構成的な美しさを兼ね備えています。さらにこの幻想即興曲は構成だけではなくメロディーもとりわけ美しく、多くのファンがいる名作です。最後の20曲目はこちらです。この曲は船歌です。船歌は曲のジャンルの一つで、ベネチアのゴンドラの船頭の歌という意味です。フランス語ではバルカロール、イタリア語ではバルカローラ、バルカローレと呼ばれます。船歌は一般的には8分の6拍子で作られるのですが、ショパンの船歌は8分の12拍子で作られています。そのためより伸びやかな印象を与えてくれます。この曲はショパン作品の中でも表現力と完璧な技巧を最も求められる作品の一つとして愛好家の多い定番の名作となっています。ここまでショパンの定番ピアノ曲20曲をご紹介してきましたが、いかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。ちなみにショパンのピアノ作品の中でもピアノ協奏曲とピアノソナタについてはこちらの動画ピアノ協奏曲編とピアノソナタ編でご紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。またショパンの人生と代表作をまとめた動画も公開しています。関連する動画は概要欄に URL を貼っていますので、気になる動画からチェックしてみてくださいね。ゲーセンクラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生や代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、楽器の解説や有名曲の紹介などをしています。クラシック音楽に興味がある、クラシック音楽にもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。